自分のやつを一回こう木をそうそうほら雲海をイメージしてます。それでちょっと山の頭的な。じゃあ奥の方にまあ背の高めのやつを持ってきて、手前の方にちっちゃいやつで、木で最初に組んじゃうとさ滑っちゃうじゃん、この高さだと、だから一旦こう止める用の、こうジグザグに一回置いてその隙間をこういかないと多分なだれてくるっていうので、で植栽がヒドロポティレとウォータードライだから、あとウォーターフェザーがここに頭、なんでちっちゃい雲山石は先に巻いといてもらって、あとでポンポン巻いてます。これも後でここかな。置いてみるよ。アーチ描いてる流木をこれかな。これここに隠れるので。薄いかな。でかすぎて雲の胸でが減っちゃうかもしれないです。雲からちょっと山で出る感じで、ここら辺だけ、上だけ。上だけ。はい。わかりました。結構ありました、僕のピザ。ここから取ったやつ。はい、わかりました。じゃあ、もう一回だから。はい。また教えてください。はい。ウォーターフェザーそんなないから後ろでいいですよ。こっちにも巻きたいんで。これさ、ちょっとまがまがしすぎるかもしれない。やめる。こっちも平たいやつにしようかな。これか。遠目から見てるとこっち低くって言ったのに高くなっちゃった。ステイ。これがいい味出してない。ほい。気がする。雲みたいにしてってるんですけど、前から見てジグザグに曲線がこう重ならないようになるべく配置してってます。あんまり影はこう倒しちゃうと暗くなるから
ちょっと俺まっすぐ気味に全部やってるんですけど、ちょっとあっち倒してもいいかな、逆に。手前倒すとなんか暗い感じになるかな。まあ雲海を作るって言ってるけど、雲海を作ってるわけじゃなくて、曲線というか、はいはいはい。なんというか自然の作るデザインというか、造形をちょっと参考にしてるだけなんで。プラバストーンもらいたいんですか？これをプラケに入れて渡してもらっていいですか？わかりました。あとちょっとビットしたりします。一応結構すぐ終わっちゃった。流木の下の隙間を埋めていかないと崩れるってことですかね。鬼土留めってことですか。そういうね。お姉さん、手前って手錠なんですか？ソイルです。すぐです。オイル入れてからこうか。左側がちょっと規則的な感じになっちゃったような気がするけど、後でシールとかするか。この辺とか多分漏れてくるよね、ここ。ソイルってどう思うんですか？このちょっと下ぐらい。流木の後ろにみんな行ったんですよ。だからこう漏れるな。星とかな。シート結構硬いから、うん。なんか半分ぐらいにまず割って使った方がいいかも。ここについてるラストの火だとね。このポーズだから1日半でいけるかな。不安だったけど。いけた。これ竜宮城の発展版ですか？違う。あ、違う。分解。インスピレーションが雲海だけど、雲海を表現してるわけじゃない。そう。自然が作るこの曲線だったりそういうところの、まあ結構見た目的な話なんだけど、そういう造形美を自然から参考にしてますっていうことで、あとヒドロコティレとウォーターローンでふわふわな感じで、はい、鬼ふわふわ、ふわふわ。鬼ふわふわで、ママってみたいなめっちゃ使えますね。ふわはふわ。ヒュッポもヒュッポ。い、鬼ふわ、鬼ふわ。鬼ふわでいけます。今ちょっとその流木の下を埋めないとどんどん漏れてくるから、俺作ったエキゾチカでちょっと同じようなのを真ん中にこうやったんですけど、あの曲線すごいいいなと思って、土でこう作りたいなと思って、早くソイルでこうツヤツヤにしたい。つやつやつ。こう埋めたらね、また見違えるっていうか、雰囲気変わって面白そうだね。ツヤツヤにしたい。あ、白目大量にじゃない。かなり横に低くするタイありがとうございます。植栽だけだったら1時間ぐらいだよね。プ。まあこの量だったら1時間でいけると思います。2人で絶対です。
あんまり盛りすぎるとちょっとパワーサンドの層がなんかコムでちょっとどどめも兼ねてやってます。それまでいいですか？ダブルパワーサンド。手前もだね。手前ちょっとでいいです。これいらないですよ。あ、取っていいよ。じゃあ、バッター100。いきます。ダブル巻き。いやいや。食料スーパー2本で。残り3本いきましょう。手前にマックスやってみていいかな。入れれば大丈夫。傾斜は、まあ、高さは結構あるんだけど、せき止めてるからまあ崩れはしないかな。ここヘッドスタグじゃん。このスタグよ。ここのスタグ。ここ。ちょっと聞いてください。はい。いいかも。こっち側のソイルいっちゃっていいですか？はい。これで、大丈夫かな。ここ行く？ここ行け。全部行け。すげえ。もう一個ある。 1800でこの高さすごいですね。やばい。こうちょっとはいい？で最後パウダー敷きますね全部。はい。もうね、これ以上入れるとソイルが溢れますって言ってたの。初めて言いました。そんなこと言う？これ以上入れると。180ですか？そう180。10センチあります。おい。今回形で一応見た目でだから割と決まったなっていう感じは構図から作ってるというか普通に
見た目は変だけど割と考えは同じだから構図決まったらもう決まったなっていう感じです。パウダー入れたの戻れない血止め入れるってことなんで、血止め張りを少しでも良くするためにパウダーにしてます。パウダーはなるべく高めから巻くと均一に巻きます。結構分断石とウォーターフェザーでちょっと顔出した山みたいな感じにしてるんで、ちょっと他のところに使うとまずそれがちょっと弱まっちゃうかなと思って。食材は食材は血止めとウォータードーンだけ。あとは力しかできないね。水が回るし。ここがやっぱりよどみやすい。で、ミドルが出やすい。ね、こっち水中の方ってさ、やっぱりこう広がるじゃん、わーって。ある程度水が流れるんですよ。こっち来ること来るほど、出してくるから。ここが水のよどみができる。プラス、光が強い。ここがこう、ミドルとか苔が出やすくなっちゃう。ちょっと食材範囲考えていきます。戻って書いていきます。色つける。食材範囲決まりました。これから食材やっていくんですけども、ヒドロコティレの食材範囲です。で、ちょっと左から右にこう風がちょっと流れてるっていう仮定して、風の動きが少ないところにはヒドロコティレを植栽しようかなと思います。岩の影とかですね。結構なんかウェーブを維持したいんであればグロッソとかもっと成長の早い、ニューラージュパールグラスとかの方が向いてるのかなってちょっと思ったんですけど、ウォーターローンにするのはそのなんかふかふか感をより演出するためなんで。そうですね。ニューラージュとかだったら一番特性的には合ってるかなとは思うんですけど、水草の持つこの印象みたいなのを優先して、なんか全体的にふわふわな感じにしたかったので、ちょっと注意事項なんですけども、ヒドロコティレだったら結構伸びるんでこう流木の上まで出るんですけど、ウォーターローンってそんな背高くならないんで、ウォーターローンのところはちょっと、もうちょいソイル持った方がいいところとかも出てくると思うんで、後からちょっと随時盛りつつ植栽していきたいです。それでヒドロコティレは俺が調整して植えていきます。以上です。じゃあ始めましょう。お願いします。お願いします。ここ傾斜がちょっとあって水張ったら流れちゃうなってところはわび草を置いていきます。全部2個ずつか。これぐらいあんのかな。1、
打ち止めはちょうど10ぐらいだと思います。初回なんてすぐ終わっちゃうぜ。バビクサヒドロコティレです。今はいいんですけど、水張った時に結構崩れてきて、ここが熱くなって下草のところにかかっちゃうので、これをのどめするような感じで置きます。まあ何回も言ってることですけど、こう押し込んで押し込みます。もうちょっとかかるぐらいがいいですね、ヒドロコティレは。最後にソイルもうちょっとかけようかな。こういうところに結構埋めた方がいいです、多分。感じに進んでます。てっぺんを、青みどろとか卵巣の発生を考慮して、血止めだと結構こうわさわさなって通水性が悪くなるので、ウォーターロンでちょっと低めに維持して通水性を上げようかなという意図があるそうです。今水草を植えてちょっと平坦に緑が同じ色なんで平坦に見えますけど、育ってきたこうモコモコするところがなんかできて楽しいと思いますよ。